いちご大福。いちご大福は昭和後期1980年代に和菓子店で考案されたデザートです。和菓子より洋菓子の方が若い人たちに人気があるのを何とかしようと、和菓子店が策を練って人気のあるいちごを大福餅にくるんでみたら評判になり、テレビでも紹介されて普及していきました。今日はそんな和菓子に挑戦してみたいと思います。それでは今日はいちご大福を作っていきますので、まずあんこを作ります。小豆を水で洗います。小豆洗いですね日本にそういう妖怪がいました。昔話ですね。はい、それでは置いときます。ではお湯沸かします。はい、お湯が沸いてきましたので、水洗いした小豆を入れていきます。小豆が手に入らなかったら黒いお豆さんでも白いお豆さんでも何でもいいです。白豆で作ると白あんができます。まず5分間下茹で浸します。はい、5分経ちました。火止めます。水で洗います。水を切って鍋に戻します。水を入れます。火をつけます。沸騰してきたら中火にして柔らかくなるまで煮込んでいきます。水が減ってきたら差し水していきます。豆はあんまり古いのは使わないでくださいね。いくら茹でても硬いままで柔らかくならなくなります。これぐらい水が減ってきましたら差し水をしていきます。私は粒あんが大好きなんですけど、いちご大福ですから粒あんよりこしあんの方が向いてると思うので、なんちゃってこしあんを作ります。正式に作るのはもっと大変なことなんですけど、簡単にざるでこして作ります。はい、これでちょうど1時間煮ました。差し水しながらですけど、水だいぶ少なくなりましたね。これを潰していきます。なんちゃってこしあんなので、ここで一回潰しときます。はい、火を止めて底の熱い鍋の方に入れ替えていきます。こしていきます。こんな即席では作れないですね、本物のこしあん。そしてはい、これぐらいできました。こしあん、砂糖入れます。火をつけて弱火で混ぜていきます。
砂糖がよく溶けましたら塩を1つまみ約 1g ですね入れます。で混ぜます。どうでしょう、これでこしあんが出来上がりましたね。はい、美味しいこしあんできました。火を止めて466g のこしあんができました。置いときます。粗熱を取りますね。それでは皮の方作っていきます。白玉粉入れます。お砂糖入れます。混ぜて牛乳入れていきます。シュガーシロップ入れます。ごま油、白いごま油がいいんですけどなかったので普通のごま油入れました。風味付けですね。そしたらガラストレーの中に入れていきます。蒸し器に入れます。皮を作っていきます。蓋をして15分ぐらいかな。それでは蒸している間にいちごを切って準備しておきます。小さめのがいいかな。あんまり大きいと包めないので。そしたらこれをあんこで包みます。なんか子供の粘土遊びみたいになってきましたね。手が汚れて。ではトレーの中にコーンスターチを打ち粉として少し入れます。そして17、8分蒸しました。お餅を取り出します。それではこれを熱いので手を濡らしながらお餅を練っていきます。
はい、お餅のようになりました。包丁につかないように包丁にもコーンスターチを塗って切っていきます。3等分します。はい、これを4等分します。はい、お餅を伸ばしてくるみます。はい、いちご大福の完成です。結局、いちごの頭を出すバージョンは非常に難しい職人技だということが分かったので、全部包んじゃいました。この方が綺麗にできますね。はい、ということで皆さんも挑戦してみてください。Nos vemos. Chao, chao.